こんにちは、あいりです。今日はデリケートゾーンの匂いを解消するスーパーフードをご紹介します。私はこの食材を食べて1週間で解消することができました。おすすめすぎるのでぜひ試してみてください。改めて皆さんはデリケートゾーンの匂い気になったことはありませんか？デリケートゾーンの匂いの不調は主に下着の蒸れ、正しく洗えていない、または洗いすぎ、ホルモンバランスの乱れ、食生活の乱れ、あと偏りなどが挙げられます。私も実は少し前にデリケートゾーンの匂いがある日突然変わってしまってとっても悩んでいました。私の場合デリケートゾーンの匂いの変化の他に匂いの変化と同時に、膀胱炎とあと生理不順も起こっていました。なんか変な病気にでもかかったのかなって不安になって産婦人科に駆け込んだんですけれども、原因は精神的なストレスからくるホルモンバランスの乱れによるものだったんです。当時私はとあるきっかけで体にものすごくストレスがかかってしまっている状態でした。生理や膀胱炎はピルだったり一時的なお薬を飲むことで治ったんですけれども、この一番の悩みデリケートゾーンの匂いはなかなか治らなかったんです。そこで私はこのデリケートゾーンの匂いの悩みを食から改善するという療法を取りました。栄養学を学んでいて、腸がストレスをすごく感じやすいっていうことだったり、あとは腸内環境の悪化が体にさまざまな悪影響を及ぼすことは知っていたので、真っ先に腸内環境を整える食事法を取りました。調べてみると実際に腸内環境と膣内環境っていうのは似ているらしく、腸内に善玉菌、悪玉菌が存在するのと一緒で、膣内にも善玉菌、悪玉菌というものが存在しています。通常膣内には善玉菌と言われるデーデルライン桿菌が存在していて、雑菌が入ってきてもやっつけて膣内を守る働きをしてくれています。ところがこのデーデルライン桿菌とってもデリケートで、ストレスや疲労、腸内環境の悪化といったちょっとしたことでも減少してしまうんです。すると膣内の自浄作用も弱まってしまい、悪玉菌が繁殖しやすい状態となってしまい、膣内環境が悪化してしまうんです。これがデリケートゾーンの嫌な匂いの原因の一つなんだとか。また腸内環境が悪化していると雑菌が膣内に入りやすい傾向にあるとも言われています。腸内の細菌が膣内に入り匂いの原因となっていることもあるそうです。腸内環境を改善する食事法が正しかったと分かったところで、それでは私がどんな食材で腸内環境を良好にしデリケートゾーンの匂いの解消に成功したのかというと、ドゥルドゥルルルルン、黒ニンニク。黒ニンニクはニンニクを発酵熟成させた食品で、発酵熟成させることによって生のニンニクにはない植物性乳酸菌が生まれます。この黒ニンニクに含まれる植物性乳酸菌が腸内環境を改善して、さらにデリケートゾーンの匂いの解消までしてくれていたんです。黒ニンニク本当に優秀すぎて、他にも免疫力アップ、疲労回復、抗がん作用、滋養強壮などの効果が期待されると言われています。
味は私はプルーンみたいだなって、少し甘みのある、ちょっと生のニンニクよりフルーティーになる気がします。黒ニンニクは幼い頃から母がことあるごとに私に食べさせてくるスーパーフードで、今でも帰省すると必ず食べさせられるんですけれども、実は私は苦手です。でも明らかに体が喜んでいるのがわかるので、定期的に実家から送ってもらってます。でも家族はみんな好きなので、好みが分かれるんじゃないかなと思います。皆さんはどうでしょうか？食べ方は、私は1日1粒を目安にサプリメント感覚で食べてます。1日3粒くらいまでだったら食べていいみたいなんですけど、こうやってすごい匂いで、発酵されているので皮がすごい剥けやすいです。このままやっぱプルーンだな。嫌だと思わなきゃ嫌じゃないかもしれない。これで明日も元気だな。ニンニク特有のニンニク臭っていうのは発酵熟成の段階でなくなっています。だから朝食べても夜食べても気になりません。少し高いんですけれども、スーパーなどでも買えるので、ぜひ試してみてください。お家でも生ニンニクから炊飯器などを使って黒ニンニクが作れるみたいなんですけれども、部屋中ニンニクのすっごい匂いになっちゃうみたいなので、私は実践していません。もしデリケートゾーンの匂い悩みがある方は、騙されたと思って食べてみてください。きっとこの悩みが解消されることで、パートナーとの時間ももっと楽しいものになるだろうし、一つ悩みが解消されることで心ももっとヘルシーになるんじゃないかなと思いますよ。私もこの悩みから解放されてとってもハッピーなので、ぜひ試していただきたいです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。今度黒ニンニクを美味しく食べられるアレンジレシピもご紹介したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。